さて、天下一品武道会もいよいよ終盤、第3回戦を迎えました。これまで数多くの勇者たちが戦い、そしてお星様になっていきましたが、それもそろそろおしまいにしましょう。っていうか、ぶっちゃけ飽きてきたし。まあカズトがそう言うならやってあげてもいいけど、仕方ないな。じゃあ頑張ってあげる。ってなわけで、現在実況席には本大会の主催者である三国平和の象徴本郷さんが来てます。そしてその本郷さんの横にはいつものおっさん3人組です。おっさんなんてひどいわ。我らは花も恥じらう乙女なり、断じておっさんなどではない。おっさんか。俺も年を取ったのかもな。そういうことですね。ほいでは、おっさんの愚痴を聞き流しつつ組分け抽選会を行いたいと思います。ちょっと待ったー。組分け抽選をする前に、本郷、貴様に提案があるんだが、聞いてくれるかっていうか聞け。そして叶えろ。おっと、規定を無視しギブのイノシシが早速掟破りを行う模様です。別に難しいことを頼むわけじゃない。ただ私はアイシャと戦いたい。要求はそれだけだ。もしかしたらアイシャ以外を引くかもしれんだろうが、そんなこともわからんとは、お前は本当にバカだな。何を言ってるんだこのバカは。だから私はアイシャと戦いたいのだ。去年負けた雪辱を果たすために。手ぬるい。貴様の力で何とかしろ。お前の力で私とアイシャを戦わせると言えばそれでしまいだろうが、このバカチンが。貴様がそうしてくれないと私は戦わん。絶対に戦わんからな。違う。誰がそんなことを言えと言った。私とアイシャの戦いが見たいなーと貴様が言えばそれで万事解決だろうが。さあ言え、やれ言え、どんと言え。さあね、私でも泣くこと火のついた春蘭は手に負えないわ。ご指名はあなたなんだから、あなたが何とかしてちょうだい。ご主人様、私とルルは別にそれでも構わないぜ。春蘭様がアイシャさんを特別に思ってるの知ってますから。私もルルとは一度やってみたいって思ってたしな。まあアイシャ次第ではあるんだけど。私はまあ別に構わんが。は
はい、誰が来ようと負けるつもりはありません。私はあなたの剣なのですから。まあいいんじゃないかしら。異議はないわ。長らくお待たせいたしました。第3回戦の組み合わせは蜀の武神関雲長と義武の体験加工団の組み合わせと白銀の闘士馬猛騎と悪来天意の組み合わせとなりました。ちなみに日暮れまであとちょっとの時間となってしまっているため、第3回戦は同時進行で行いたいと思います。ってわけでアイシャとシュンランは第1舞踏場、スイとルルちゃんは第2舞踏場で準備に入ってください。移動完了しました。それでは第3回戦を始めたいと思います。総員構え。では義武の体験シュンラン対本郷の清流とアイシャの戦いとスイ対ルルの戦い、試合開始。おい、私たちの説明それだけかよ。武神と体験の戦いか。見ものね。ガリンはどっちが勝つと思う？義の王としてはシュンランの勝ちに牛を50頭ほどかけなければならないわね。あら、なかなか豪気な掛け金ね。じゃあ私はアイシャの勝ちに船10艘かな。そちらもなかなか大きな額ね。カズトは？あら、シュンランを見捨てるの？あら、三国統一の立役者と同じ賭け大将？悪いわねカリン。牛50頭いただきよ。まだまだ勝負は終わってみなければわからないんだから、焦らないでほしいわね。じゃあその勝負しっかりと観覧させてもらいましょう。なんだいきなり。気持ち悪い。やっとお前と決着がつけられるぞアイシャ。この時をどれほど待ち望んだことか。決着なら前の天下一品武道会ですでについているだろうが。前は前、今は今。私の中ではまだ決着などついてはおらんのだ。試みに問うが、シュンランはどうなれば決着がついたと納得するんだ？私が勝ったらだ。負けたら？負けなど知らん。勝ったらだ。つまり自分が勝たない限りは決着はついていないと言い張るということか？そういうことだ。すごいだろう。はい第一舞踏場のお二人さん、くっちゃべってないで戦ってくれないと地位が進行できないんですけど。よし、今すぐ戦ってやるから待っていろ。お願いします。ってそうだ、シュンラン。なんだ？セレン様との試合の時に使ったあのデタラメ爆発な技は審判団全員一致で使用禁止になったんで注意してね。なんだと？なぜだ？どうしてだ？なぜだ？どうして
主に危険だからって理由の他に、ちょっとデタラメすぎて萎えるからって理由だそうです。なに？納得いかんぞ、そんな決定。その審判団とかいうやつはどいつだ。今すぐこの場に連れてこい。なんだと？我が義務の誇りを込めた必殺技をつまらん理由で使用禁止にされたんだぞ。そんな侮辱を受けて黙っている私ではない。さあ今すぐその審判団とやらをこの場に連れてこい。なんだ？もしかして私を恐れて出てこないとでも言うのか？そうだろうそうだろう。きっとその審判とかいうやつはチビで臆病なやつで、私の怒りを買うのを恐れどこかでプルプル震えているに決まっている。だが誇りを傷つけられた私はその審判とやらを見逃すつもりはないぞ。さあ本郷、まずはその審判の名を教えろ。そして今すぐこの場に連れてこい。当然だ。当たり前だ。どうもならん。たかが審判ごときに遅れを取る過去現状ではないわ。なかん。そうだと？ふざけた名だ。そう2回も繰り返すとは。そやつの名前は人をおちょくるための名前か？お、マナはなんだ？どうせしょぼっちくてしょっぱい名だろう。そうだ、そうに決まっている。カリンよ。カリン様？よし、今のはなかったことにしよう。待たせたなアイシャ。さあ試合再開だ。いや、再開は良いのだが目が潤んでるぞ。気のせいだ。私は今アイシャと決着をつけることで頭が沸騰しそうなのだ。目が潤んで見えるのはそのためだ。そう、試合開始から今まで特に何もなかったはずだ。特に何もなかった。きっとなかったはず。いや、きっとなかった。なかったらいいな。後で殺す。さあ、いろんな意味で盛り上がってまいりました。天下一品武道会決勝。勝利の栄光を手に入れるのはツンデレ武神カンオなのか、はたまたカリン様の逆鱗に触れてうんこターレン死亡確認なギブの体験過去現状か。気を取り直して試合再開だアイシャ。まあそっちがその気なら私は別に構わないのだが、しかし後でカリン殿が。言うな。それ以上言うな。武人の情けだアイシャ。分かった。後で供養はしてやろう。頼む。蜀の武神関雲長よ、いざ尋常に勝負。正々堂々と受けて立とう。ありがたし。前回の武道会で負けてより
私は強くなるために己を磨き続けてきた。その修行の成果、とくと見るがよい。おう、私とて前の私とは違う。一日経てば一日分強くなる、それが私だ。上等。どうせなくなるこの命、全てをかけて貴様に打ち勝ってみせる。行くぞアイシャ。ディアーさすがに鋭く重い一撃だ。重いのは当然だ。我が剣には私の誇りと魂が込められているのだからな。そうか。しかし誇りならば私も負けん。やる。さすがだアイシャ。武人としての意地と誇り、そしてあの対戦を戦い抜いた自信、私は負けんぞ春蘭。上等。ならばその意地通してみせい。うわー、関雲長押してまいる。そりゃ意地っ張りの武官たちが集まってるんだもの、当然でしょ。春蘭の最後の戦いなんだし。なんだかすごい形相で控室に向かったわよ。春蘭へのお仕置きのためじゃない？ほぼ確実にとばっちりが行くでしょうね。逃げたらひどい目に遭わされるんじゃない？まあ逃げなくてもひどい目確定だけど。まあね、危機迫っていたからね、カリン。かなりひどいことされそう。まあカズトがいれば我慢すればいいのはカズトだけになるでしょうからね。だって私は関係ないし。まあ覇王と大剣のきつい愛を受け止めて抱擁してあげるのだってあなたの仕事でしょ。頑張りなさいな。はあ！でやー！さすが武神と歌われるようになっただけはある。さらに強くなっているなアイシャ。そちらこそな。おーっと、両選手笑みをこぼしながら危機として獲物を振るっております。ちょっとドン引きです。ところで解説のお三方、2人の戦いを見てどう思います？標的と書いて友とよ。素晴らしき戦いである。さすがアイシャちゃんよね。恋敵とはいえ思わず見とれちゃうわ。あらん、そんなこと恥ずかしすぎて私の口からは言えないわん。やはり2人の武の力、他と一線を画していると言っても過言ではないな。関羽の振るう清流円月刀の鋭さ、そして関羽自身から溢れ出る武のオーラ。陽光のように金色に輝くオーラはまさに武神というにふさわしい。対して花崗豚のオーラは炎のように赤く、たけたけしく天をつく。
その様を修羅と言わずして何と表現すればいいのだろう。これほどのオーラをこの目で見られるとは。なんて俺は幸せ者なんだ。と解説のおっさんたちが盛り上がる中、2人の戦いもいよいよ大詰めか。なかなかやる。貴様もな。だが私もお前ももはや限界か。紙一重での攻防を続けていればこうなるのも当然だろうな。ああ、しかしそろそろ終わりにしよう。同感だ。これ以上はお互いに無理だろう。限界ギリギリでの最後の一撃、どちらが耐え抜くか勝負だ。愛車。おう、来い春蘭。この一撃に全てをかけて私は勝つ。その一撃を受け止めて勝たせてもらおう春蘭よ。うわー！うわー！見事だ、愛車。カンウ選手の勝利。友同士の戦い、これにて決着。天下一品武道会優勝者はカンウンチョウに決定いたしました。長きにわたる時間の中、数々の名勝負を生んできました天下一品武道会。優勝者が決まったことでようやくお別れの時間と相なりました。さあ終わり、やれ終わり。ではでは皆さん、また来週。おい！私たちの試合はど